Welcome. For our future, we will make an exciting future. Technology. Together with you. 入るぞ。霊夢研究員は、どこに行ったんだ。あいつは、研究やらずにサボっているのか。マリサ殿すいません。寝坊しました。どうして、こんな場所にマリサ殿が来たのでしょうか。いや、お前の研究進捗を確認しに来た。結果は、あるのか、どこまで進んだんだ。私の研究は、まだ成果を上げていません。申し訳ないです。現状報告をしたいと思いますが、お時間ありますか、マリサ殿。よかろう。では、私の研究について、説明します。私はナノテクスーツの研究をしております。この動画を見てください。これは、マーベル社が開発した、ナノテクスーツです。このスーツを丸パクリするのが、私の研究目的です。現在、我が社では、このスーツの素材やナノテク技術について、日々研究しています。このスーツが、完成すれば、世界で初めて、国防を民営化したことになるでしょう。このナノテクについて、もっと詳しく説明してほしいのだが、よろしく頼む。霊夢研究員、マリサ殿、わかりました。私、霊夢研究員が精一杯、説明させていただきます。まず、研究の内容について目次をご覧ください。まず今回我が社では、マーベル社のアイアンマンスーツを実用化するため、日本の国から要請されました。はじめに、1のアイアンマンスーツについてアメリカのスパイとして、活躍をした私霊夢が報告をしたいと思っております。なるほど、よろしくお願いする。2番のスーツについて、考察するとは、どういうことなんだ。はい、マリサ殿、我が社の技術で、スーツが実用化できるか、様々な研究機関などの意見を参考に検討してみました。今回は、その成果を報告することができます。ぜひ、ご覧ください。また、最後は、まとめになっております。では、早速始めてくれ。今回、私霊夢は、隠し玉を用意しています。それを、マリサ殿に見せたいと思います。なんだそれは。こいつです。はじめまして、マリサ殿。こいつは、トニー・スタークじゃないか。なんでここにいる。今回、アイアンマンスーツを導入達成のため、破格の給料をお支払いしました。彼は、心よく引き受けてくださったのですよ、マリサ殿。霊夢研究員は、よくしてくれました。本当に感謝してます。ありがとう。協力できることは、何でもする。まず、トニー・スターク、自己紹介をお願いしてもよいかな。ありがとう。私は、トニー・スタークだ。メカニックとして、数多くの発明をしてきた。多くの人間を救ってきたのも事実だ。また、僕の体の一部であるこいつも紹介させてくれ。彼は、アイアンマンだ。僕が、発明したパワースーツなんだ。彼と一緒になって、世界の平和を守るヒーローとして、映画にも出演することができたんだ。ありがとう、トニー・スターク。霊夢研究員、ちょっと待ってくれ。彼とナノテクとどういった関係があるのか、いまいちわからない。どういうことか説明してくれないか。はい、いいでしょう。マリサ殿。それは、彼が発明したアイアンマンスーツは、ナノテク技術が使われているのです。そうですよね、トニー。ああ、そうなんだ。実は、これは僕の趣味で、ナノテク技術を使って、スーツの着脱をすることができる。すごいだろ。僕は、めんどくさいのが嫌いでね。そうしたんだ。どうだい？なるほどな、ナノテク技術がそのスーツの着脱に使われているんだな。それは、理解をした。ところで、そのナノテクとは、具体的に何なんだ、霊夢研究員。マリサ殿。それは、ナノの言葉にあるんです。ナノは、10のマイナス9乗のことを言うんです。数字が極端に大きい時や小さい時に使う単位の一つなんです。ご理解いただけましたかな。ナノは、数を表す単位なんだな。よくわかった。ところで、そのナノテクスーツを開発するためには、何が必要なんだ。開発の進捗は、どうなんだ。はい、まず、ナノテクスーツに必要な要素は、耐久性、
自己組織化、ナノ素材が必要です。そうですよね、トニー。ああ、霊夢殿の言った通りだ。今回、ナノテクスーツの開発のため、多くの会社の協力がありました。その会社が開発したものが使えるのでは、と考えています。まず、こちらをご覧ください。こちらは、イギリスの会社、ボルバックが開発した、鋼の15倍の強度を持つ、T シャツです。彼らの T シャツは、スーツの基本材料に使えると判断しました。なぜ、この会社の T シャツをスーツの基本素材としたんだ。マリサ殿。それは、セラミックの耐久が高い、という点で、導入するべきだと考えています。この T シャツは、セラミック素材のコーティング膜が施されています。セラミックの特徴を挙げると、摩擦に強い、熱に強いなどがあります。我が社としては、そういった攻撃や熱による衝撃に耐えることが可能な素材を選択するべきです。なるほどな、君のアイデアは、わかった。その T シャツは、模様があるように見えるが、その模様は、なんだ、見たことあるような気がするんだが。マリサ殿、お目が高い。実は、これは、ハニカム構造と言われています。蜂の巣などと同じ物理構造なんですが、最も丈夫な構造として有名なんです。確かに、どこかで見たことがあると思っていたんだ。蜂の巣だったな。あと、サッカーのゴールネットなどにも同じ模様があった。これを使うのか？はい、そうなんです。この会社との共同研究にて、ナノスーツの基本素材を作成中であります。共同研究の結果を少し、ご紹介します。この映像を見てください。なんだ、これは。この映像は、先ほど紹介した T シャツの材料試験をした映像です。上が耐火試験。下の映像が、防水試験となっています。これは、セラミックの強みが生きている結果となったと思います。耐火試験では、生地が燃えない結果となりました。また、防水チェックでは、液体を弾くことができました。確かに、この結果を見ると、ナノテクスーツの基本材料として、最適だな。はい、そうなんです。さらに、材料試験をした結果、飛行機の素材の利用や活火山のマグマにも耐えることが可能だと分かってきました。耐久に関しては、かなり優れているのが分かった。完成度の高い、スーツができそうだな。しかし、これでは、ナノテクとは言えないのではないか。ナノ技術が使われていないよな。はい、そうなんです。今の状態では、セラミックスーツになってしまうんです。ただ、解決策は、もう見つけてあるんです。それは、自己組織化という現象で説明できます。自己組織化とは、ある物質がある規則に基づいて、決まった形に自分自身を変形させたり、組織化できることを言います。その技術を応用しようと考えております。なるほどな。つまり、この映像にある技術は、自己組織化に基づいている。こう言いたいのだな。マリサ殿。はい、そうなんです。もう一度、スーツの着脱を見てほしいのです。スーツが何もないところから勝手に、人間を覆っているのがわかると思います。これは、自己組織化によるものだと考えています。トニーそうですよね。ああ、そうなんだ。霊夢殿には、バレてしまっていたか。いつ戦いが起きてもいいように、自己組織化の現象をスーツに組み込んだんだ。これで、すぐに戦うことができるんだ。確かに、いつでもそのスーツを着ることができるのは、素晴らしいことだな。衣服が簡単に着ることができる。衣服産業にも、発展、応用が期待できるな。本来、物質とは、このような動きをするんです。物質は、いろんな方向に動いていますが、元の形から矢印の方向に動くと、壊れます。しかし、壊れた状態から元に戻るでしょうか？これは、絶対戻らないだろうな。だって、私もワイングラスを落として割ってしまったことがある。散らばったものを片付けるのに苦労したな。それがですね、マリサ殿。復元ができるのです。それが、自己組織化なんです。こちらを見てもらえますか？これは、自己組織化の概念図なんですが、先ほども見てもらった通り、散らばった状態から、ナノテクスーツは、人間の体を覆いました。それが、可能になったのが、ナノ粒子などによく見られる現象なんです。これが、自己組織化なんですね。なるほどな。確かにトニーの全身を物体が覆っていたな。
はい、そうなんです。この自己組織化を使うことがスーツの着脱の手助けになると我々は考えています。しかし、問題もあるのです。これは、ナノテクスーツの起動前です。何かスイッチを押しているように見えます。この起動の条件が未だにわからないのです。確かに、何か起動する条件がありそうだな。何を使って、起動するか案など検討はついているのか。はい、我々の研究チームでは、4つの候補があると考えました。画面を見てもらえますか？ナノテクスーツの起動条件として、考えられることは、これらだと思います。それは、振動、磁力、電気、生物エネルギーの4つになります。4つもあるんだな。これらを検証したのか？はい、マリサ殿。我々の研究では、すでに検証をしています。その結果や考察を見ていただきたいです。では、まず1番の振動から順番に結果を聞かせてくれ。はいでは、振動がもし起動条件だったらどうなるのか、考察しました。振動は、足音や声などがナノ粒子を動かす。そういったことができるか検討しました。しかし、それは、難しいのではと考えています。他人の声や環境音による影響を全て無視するのは、今の技術でできないです。振動を使って、ナノ粒子の制御はできないと判断しました。それは、一理あるな。他人の声で、勝手に変身ができたら、使い物にならない。不便なスーツになってしまいかねない。振動は、難しいだろうな。次に、2番の磁力は、どういうことなんだ？いまいちピンときてないのだが、説明を頼む。はい、マリサ殿。磁力を平たく言えば、磁石の力だと考えてもらって大丈夫です。磁石は、金属を引きつけることができます。また、磁石の N 極、S 極同士だと、反発します。その磁石の力、引きつける力と反発する力を使えばできるのだな。霊夢研究員。いえ、そう簡単ではないのです。磁石や金属は、かなりの重量があります。これは、人間の体、全身に磁石をつけた、シミュレーションの計算結果です。我々が行った計算では、磁石の総重量が 855kg であると分かりました。全身に、スーツを行き渡せるために、磁力を使うとなると、855kg の負荷がかかってしまいます。そんなにも、必要なのか？総重量 855kg となると、人間は、重さに耐えられないな。磁力は、かなり難しいな。はい、磁力による起動は、実用化できない。そういった結論になりました。では、電気と生物エネルギーは、うまくいったのか？振動と磁力は、実用化するのが難しいということだったのだが、霊夢研究員、説明をよろしく頼む。はい、マリサ殿。私の考えでは、ですね、電気と生物エネルギーによる起動が最も有効な条件だと考えているんです。振動や磁力より、実用可能性が高い、間違いないのか？霊夢研究員。はいそうなんです。まず、電気について説明したいと思います。こちらをご覧ください。こちらは、ナノ粒子に電気を流した時の動きをイラストにしたものです。上の黒が電源、丸と三角がナノ粒子です。ナノ粒子は、電気を流すと、二つの粒子が別々の方向に分かれる特性があると分かりました。これを、電気映動って言うんですが、これを使って起動させることができると思っています。電気映動によって、物体が分かれることが可能である。それを利用するのは、理解したが、なぜナノ粒子を分けるのと起動条件が繋がるのかよくわからないのだが、どういうことだ？それはですね、マリサ殿。もう一度、スーツの着脱動画を見るとわかります。こちらの動画を見ると、何もないところからスーツが現れているように見えるのですが、スーツは、基本素材の、上に、ネズミ色の物体、赤色の物体といった、合計3層の構造であるとわかります。これは、物体が分離することで3層の構造を作ったと仮定できます。つまり、構造を多層化したのは、電気映動による原因であったと言いたいのだな。はい、そういうことです。確かに、このイメージ図を見ても、スーツが何らかの影響で、多層化や分離が起き、形成された。そういった現象が起きたと仮定できると思う。はい、なので、
電気による起動で、スーツの着脱をすることができると言えます。しかし、その電気だが、ナノ粒子を簡単に制御できるものなのか、やっぱり、ナノといった小さい物質を思った通りに、制御するのは、困難だと思う。そこら辺は、どう考えている？はい、マリサ殿のおっしゃる通りで、制御するのは、難しいです。しかし、ある方法を使えば、解決できます。それは、壁を作ることです。物体の動きを制限するために、壁を作る。これが、粒子の動きを制御する方法の一つになります。壁のおかげで、思った方向にナノ粒子を移動できると考えています。壁を作って、移動を制限できるというわけか。はい、そういうことです。しかし、その方法だと、2次元の行動制限は、可能だが、3次元方向の動きを制限できない。そういったデメリットがあるのでは、ないか。はい、そうなんです。私たちの現実世界は、3次元なので、それを考慮したものではないといけません。何らかの方法は、見つけられたのか。はい、それは、コーティングをすると3次元の方向に壁を作ることができます。こちらは、コーティングをしたイメージ図になりますが、コーティングの膜、緑の膜のおかげで、ナノ粒子の動きが制限される。そういった観測結果が得られました。なるほど、緑の膜があるおかげで、ナノ粒子の動きが制限できる。つまり、すべての方向の移動制限が可能である。そういったことでよいか。はい、間違いないです。そのコーティング膜には、何を使うんだ？はい、それは、DLC を使います。DLC とは、ダウンロードコンテンツのことだろ。いや、それは違います。ゲームではないです。ダイヤモンドライクカーボンのことです。なんだそれ、初めて聞いたぞ。ダイヤモンドライクカーボンは、ダイヤモンドと黒鉛の中間の物質です。その名前を DLC って言っています。なるほどな、DLC をコーティング膜として使っていく予定なんだな。はい、そのつもりです。しかし、その DLC は、ダイヤモンドに近い物質であるため、開発コストが高くなってしまいそうです。現在、デビアス社と交渉中です。ダイヤモンドのコストを少しでも、安く仕入れ、開発費用を抑えたいと考えています。なるほどな、ダイヤモンドの素材を獲得できないと、困ってしまうな。ましてや、デビアス社は、厄介だな。交渉がうまくいくことに期待するしかないな。はい、我が社としては、ダイヤモンドが必要不可欠なので、デビアス社とは、仲良くしなければなりません。最悪の場合、代替え素材の準備も必要だと考えています。その代替品は、グラファイトナノファイバーを導入しようと考えているところです。グラファイトは、この図にある炭素の同素体のことだな。同素体は、炭素原子が同じでも、物質の性質や特徴が違うものなんだよな。はい、そうなんです。グラファイトは、鉛筆の芯に用いられているものですね。ダイヤモンドと比べると、色や性質が異なっています。それは、私も知っていることだ。ただ、ナノファイバーとは、なんだ、ナノは、ナノ粒子のことだと思うのだが、ナノファイバーは、ナノ粒子と繊維のことを言います。ナノ粒子を使った、繊維素材のことです。こちらを見てほしいのですが、これは、東京大学が作成したグラファイトナノファイバーなんです。これをスーツに組み込むことで、電気の力によるスーツの着脱ができると考えています。よく見ると確かに電源のようなものも見えるな。確かに使えそうだ。ただ、グラファイトは、電気を伝えることができるのか？はい、グラファイトは、電気を伝える性質があります。グラファイトは、炭素3つで成り立つ物質です。炭素が3つの時は、電子が1つ多い状態になっています。つまり、その電子が電気を伝える役割をして、物質に電気が流れる。そういった、性質があるのだな。はい、その通りです。電子が自由にグラファイト間を移動して、電気を伝えます。つまり、起動の条件として、適しているのは、電気だと考えています。なるほどな、電気が起動条件であったと。はい、そういうことになりそうです。起動条件は、電気が有効だと結論が出ました。君たち、ちょっと待ってくれ。どうしたんだ、トニー。何か間違っていたのか？ああ、君たちは間違っているんだ。いや、半分合っていて、半分間違っている。マリサ殿とレイム殿は、電子が自由に移動すると言った。これは、間違いない事実だ。し
かし、これがボトルネックになる。電子は、自由にこの映像の通り動く。その電子の制御をしないといけない。私のスーツは、起動したら、電源の周辺から素材が覆っただろ。好き勝手に電子が動いたら、制御できない。確かに、私の考えでは、少し無理がありそう。そうだろ。電子は、確率的に映像のように、移動しているだけだ。電子の動きを制限するものが必要だろ。違うか。確かに、電子は、確率的にその場所に存在すると聞いたことがある。確か、電子運だったよな。あ、そういうことか、電子運。電子運は、電子位置がどの場所にあるか、その分布を表したものです。それを考慮しないといけなかった。ああ、そうだ。電子運を考慮するべきだ。つまり、電気によって、起動の条件を変えるものが必要だった。もしかして、半導体を使えば、いける。そうか、半導体だ。半導体、霊夢研究員。半導体とは、なんだ？マリサ殿。こちらを見てください。半導体は、ある条件だと電気を流すことができます。その条件に満たない電気だと、電気は流れない。そういった性質を持つ物質です。なるほどな。つまり電気を流せる箇所と、流れない箇所で、うまくスーツの広がりを管理できるというわけだな。ああ、やっとたどり着いたか。その半導体の特徴をうまくスーツに組み込むべきだ。先ほど、霊夢研究員は、これを推奨した。DLC だ。この物質は、何だと思う？半導体だ。そうだった。ダイヤモンドライクカーボンは、ダイヤモンドの電気を通さない性質。グラファイトの電気を通す性質。この二つを兼ね備えた半導体だった。つまり、DLC を利用するのが有効であったんだな。はい、トニーの言う通りです。マリサ殿。ところで、霊夢殿、質問がある。霊夢殿は、起動条件に、生物エネルギーを入れていた。それは、どういうことだ？その生物エネルギーは、まだ研究中で、詳しいことがわかっていないんだ。若手社員がとりあえず、使えそうって言っていたので、入れた。ただそれだけの理由なんだ、トニー。何か気になることでも、あるのか、トニー。奇遇だな。その若手社員と気が合いそうだ。私は、生物エネルギーをスーツに同期してある。これを見てくれ。霊夢殿は、壁を作る。そう言っていた。私もナノ粒子の動きを制御するために、壁を作ることは賛成だ。しかし、うまくいかないことがあったんだ。そこで、日本の京都大学に自身のナノファイバーを見てもらった。その結果、この図のような動きで、ナノファイバーは結合すると分かった。彼らと私の考えでは、ナノファイバーは、二つの物質で成り立っている。それは、結合部とナノ物質だ。その二つの物質が結合することで、ナノスーツが広がる。こういった現象により、スーツを着ることができる。なるほど。二つの物質があることで、スーツの素材ができるのだな。さらに言えば、ナノ粒子と結合が相互に繰り返されることで、ナノスーツが全身を覆うことが可能であったんだな。ああ、平たく言えば、そうだ。しかし、彼らは、そのナノ粒子と結合部の結合管理をすることが難しい。そう彼らは、言っていた。確かに、トニーの言う通り、分子の制御をする人工システムは、まだ完成してないはず。いや、完成した。これだ。分子機械。分子機械。これを使うのか、トニー。ああ、そういうことだ。分子機械は、2016年にノーベル賞を取った技術だ。この分子機械で、ナノ粒子の制御をするんだ。この図を見てくれ。分子機械は、分子エンジンというものがある。車のエンジンとほぼ同じだと思ってくれていい。2016年の時点では、その分子エンジン厄介の設計の理論が確立されていた。その後、2019年、世界で初めて、日本の東京工業大学が成功した。つまり、このイラストの物理、科学の箇所ができたと。ああ、そういうことだったのか。確か、最近の若手社員の大学が東工大だったような気がする。彼は、このことを私に言っていたのか。しまった。もう少し、意見を聞くべきだった。おそらく、東工大だろうな。その研究と私の見解によると、生物エネルギー、イラストの緑の箇所は、ATP によるものだと考えていいだろう。なるほど、ATP を使って、エネルギーのやり取りを分子機械は、行うことができるのか。すまん、ATP ってなんだ、私にも、わかるように説明してくれ。ATP は、アデノシン三リン酸って言います。マリサ殿。まずアデノシンは、糖です。糖は、砂糖などのようなものです。そのアデノシンに、3つのリン酸がついている。
それが、ATP です。つまり、分子機械の燃料が ATP である。そういうことだな。はい、マリサ殿。その通りです。分子機械の働きで、ナノ粒子やナノファイバーの結合を管理、制御できる。さらに、壁を作ることで、より粒子の動きを制限できる。この2つの技術で、ナノスーツができる。そういうことだな、トニー。本当にありがとう。いや、僕は、何も。おめでとう。トニーとレイム研究員のおかげで、ナノテクスーツが完成しそうだ。このまま、研究開発をしてくれ。今回の議論の成果は、次の通りだ。ナノスーツは、電気と生物エネルギーを組み合わせた起動をする。ナノスーツは、ナノ粒子という小さい粒子でできている。まだまだ、考察、改善するべき問題は、多いけど、ナノ技術を使った衣服やスーツの製品が消費者に届くといいな。もし、他にアイデアや間違っている点などあれば、何でもいいので、コメントに、ぜひぜひ、書いてほしいです。それでは、バイバイナノテック。